第一章まだ誰もいない朝。午前5時半。空はまだ薄く、街の輪郭だけが静かに浮かんでいました。私はいつものようにほうきを持ち、決まった角を曲がります。15年、この道を履くようになって、もうそんなに経つんですね。曜日も季節も体で覚えてしまいました。車はまだ少なく、人の気配もほとんどありません。聞こえるのは、ほうきがアスファルトをなぞる音と、遠くの鳥の声だけです。私は、この時間が嫌いではありません。誰にも見られず、誰にも気を使わず、ただ、目の前の道を整える。それだけで、一日が始まります。角にある大きな家の前に来ると、いつも少しだけ手を止めます。門が広く、落ち葉がたまりやすいんです。ここも、もう何百回吐いたでしょうか。昔は、この家から子供たちの声が聞こえました。送り迎えの車、忙しそうな大人たち。私は、挨拶をするでもなく、ただ頭を下げて、通り過ぎるのを待っていました。名前を聞かれたことは、一度もありません。それで困ったことも、特にありませんでした。仕事とは、そういうものだと思っていたからです。今日は、最後の出勤日です。誰にも言っていません。言う必要も、ないと思っていました。ほうきを動かしながら、私は自分の手を見ます。シワが増え、力も弱くなりました。でも、この手で、この道を守ってきた。それだけは、確かなことです。空が少し明るくなり、家々の窓に光が映り始めました。街が、ゆっくり目を覚まします。今日も、きれいにしておきましょう。私は、小さくつぶやき、またほうきを動かしました。この朝が、特別なものになるとは、まだ知りませんでした。第二章変わらない景色の中で、朝の空気が、少しずつ動き始めていました。私は、ほうきを進めながら、いつもと同じ順番で道を整えます。右側から、左側へ。それを、15年続けてきました。通りの端にある小さな公園。ベンチの下には、夜の間に集まった砂と葉。腰をかがめる動作が、前よりもゆっくりになったことに、自分でも気づいています。無理は、しないように、誰かに言われた言葉が、ふと浮かびました。でも、今日だけは、いつも通りでいたかったのです。家々のカーテンが、少しずつ開いていきます。顔を合わせても、言葉を交わすことはありません。それで、十分でした。私は、この街の変化を、ずっと見てきました。新しい家が建ち、子供が生まれ、また誰かがいなくなる。その間で、私は同じ場所に立ち続けていました。仕事を始めた頃、私はまだ60でした。体も、今よりずっと軽かった。でも、特別な覚悟があったわけではありません。ただ、できることを続ける。それだけでした。途中、例の大きな家の前に来ます。門の内側から、足音が聞こえました。私は、自然にほうきを止めます。いつもの癖です。けれど、今日は、扉は開きません。足音は、奥へと遠ざかっていきました。それでいい。そう思いながら、私はまた吐き始めます。自分が、風景の一部であること。
それを長い間受け入れてきました。目立たず、邪魔にならず、静かに、けれど、心のどこかで小さな声があったのも事実です。これでよかったのかと。ほうきの音がその声を覆い隠します。考えるのは午後にしておきましょう。今はこの道を最後まできれいにするだけです。第三章見えていなかった時間、私は道の端に集まった落ち葉をいつもより少し丁寧にまとめていました。今日が最後だと思うと自然と手が止まり、一枚一枚を確かめるようになります。ふと15年前の朝を思い出しました。この仕事を始めたばかりの頃です。制服もほうきの持ち方もまだぎこちありませんでした。あの頃、この通りには若い家族が多く住んでいました。小さな子供が母親の手を引いて歩く姿。私は少し距離をとって道の端に立っていました。おはようございます。声をかけたこともありました。でも、返事が返ることはほとんどありませんでした。それがこの仕事だとすぐに理解しました。年月が経ち、声をかけることも自然となくなりました。見られていないわけではない。ただ、気に留められていない。その違いを、私はいつの間にか受け入れていました。通りの角に立つ電柱、何度も張り替えられた注意書きの紙、それらを見ていると、自分の時間も同じように静かに重ねられてきたのだとわかります。私は誰かの生活を下から支える役目でした。表に出ることはなくても、誰かが気持ちよく朝を迎えるための一部です。それで十分だったはずでした。でも、最後の日だからでしょうか。胸の奥に言葉にならない思いが浮かんできます。もし、明日から私がいなくなったら、この道は変わらず朝を迎えるでしょう。それでも、ほんの一瞬、誰かが立ち止まることはあるのでしょうか。考えすぎですね。私は小さく息を吐き、ほうきを持ち直しました。仕事は考えるためのものではありません。それでも、この道と過ごした15年の時間が確かに自分の人生だったことだけは否定できませんでした。第四章すれ違ってきた人たち。通りの奥から足音が聞こえてきました。犬のリードを引く人、出勤前に急ぐ人。朝の街は少しずつ動き始めています。私は道の端によりほうきを止めました。これも長年の癖です。邪魔にならないように、目立たないように。犬を連れた女性が私の前を通り過ぎます。軽く会釈をされましたが、言葉はありません。それで十分でした。会釈だけでこの町にいることは許されている気がしたからです。通勤途中の若い男性はスマートフォンを見たまま足早に去っていきました。私はその背中を見送りながら昔の自分を思い出します。あの頃は時間に追われる側でした。15年の間に何人もの人がこの通りを行き来しました。名前を知っている人は一人もいません。けれど顔だけは覚えています。
成長した子供、白髪が増えた大人、例の大きな家の前で、私は、また足を止めました。門の内側から、かすかに声が聞こえます。子供の声でしょうか。少し高く、まだ言葉にならない音。私は、視線を落とし、ほうきを動かしました。関わることは、私の役目ではありません。そう、自分に言い聞かせます。それでも、胸の奥が、わずかに動きました。あの家も、15年前は、静かな家でした。時間は、誰の上にも、同じように積もっていきます。今日で、終わりですね。心の中で、そうつぶやきます。この通りで、誰かと交わした、言葉らしい言葉は、ほとんどありません。それでも、すれ違った時間は、確かに、ここにありました。見えなくても、消えてはいません。私は、ほうきを動かしながら、街の音に耳を澄ませます。これが、私の15年でした。第五章立ち止まった朝、ほうきを動かす手が、ふと止まりました。理由は、はっきりしません。ただ、胸の奥が、少し重くなったのです。この通りの端まで来ると、作業は、もうほとんど終わりでした。袋の中には、集めた落ち葉と砂。いつもなら、そこで一息つくはずの場所です。私は、街路樹の陰に立ち、深く息を吸いました。朝の空気は、冷たく、肺の奥まで届きます。体が、少しだけ揺れました。年ですかね。誰に向けるでもなく、そうつぶやきます。足腰の衰えは、わかっていました。それでも、最後の日に、こんな感覚が来るとは、思っていなかったのです。15年、休まず、遅れず、同じ朝を繰り返してきました。それが、私の誇りでした。でも今、その誇りが、少しだけ、手の届かないところへ、離れていく気がしました。通りの向こうから、例の大きな家の門が、開く音が聞こえます。私は、反射的に背筋を伸ばしました。いつも通り、視線を落とし、邪魔にならない位置に立ちます。けれど、足が、すぐには動きません。胸の鼓動が、少し早い。今日は、最後なんです。そう言えたら、楽なのかもしれません。言葉は、喉の奥で止まりました。これまで、言わずに来たことを、今日だけ帰る理由は、見つかりません。私は、ゆっくりと、ほうきを持ち直しました。この道を、きれいにして終わる。それが、私にできる、最後の仕事です。門の前で、一瞬だけ、時間が止まったように感じました。この朝が、何かを変えるかどうかは、まだわかりません。ただ、私は立ち止まり、初めて、自分の重さを、確かめていました。第六章声が届く前に、門の内側から、人の気配がはっきりと伝わってきました。足音が近づき、鍵の触れ合う音がします。私は、無意識に背中を伸ばしました。これまで何度も、この音を聞いてきました。けれど、今日は少し違います。胸の奥が、ざわりと動き、落ち着かないのです。門が開き、
中から若い男性が現れました。スーツ姿で、片手にはカバン、忙しそうに、時計を確認しています。私はいつものように、軽く会釈をしました。男性は、一歩が家出た後、ふと足を止めます。何かを思い出したように、私の方を見ました。けれど、言葉はありません。その沈黙の一瞬に、私は、これまでの時間を、まとめてみた気がしました。挨拶されなかった朝、名前を呼ばれなかった年月、それらが、決して責める気持ちには、なりません。それで、よかったんです。心の中で、そうつぶやきます。仕事は、感謝を集めるためのものでは、ありませんでした。男性は、小さく頭を下げ、そのまま歩き出しました。私は、ほうきを動かします。いつもと同じ、最後の仕上げです。その時、門の内側から、別の足音が聞こえました。今度は、ゆっくりで、ためらうような音です。私は、視線を落としたまま、耳だけを澄ませます。低く、控えめな声。私に向けられたものだと、すぐにはわかりませんでした。誰かが、この通りで、私に声をかけることなど、ほとんどなかったからです。ほうきを止め、ゆっくり顔を上げます。門のそばに立っていたのは、年配の女性でした。この家に、長く住んでいる人でしょう。女性は、少しだけ距離を保ったまま、私を見ています。その目には、急ぐ様子はありません。まるで、時間を選んで、声を出したようでした。いつも、ありがとうございます。その言葉は、とても静かで、とてもはっきりしていました。私は、すぐに返事ができません。胸の奥で、何かが、音を立てずに、ほどけていくのを感じます。これは、まだ始まりに過ぎません。名前が呼ばれる前の、本の前触れでした。第七章名前を呼ばれた瞬間、ありがとうございます。その言葉は、何度も聞いたことがあるはずなのに、この朝は、全く違って響きました。私は、どう返せばいいのかわからず、ただ頭を下げました。それで終わるはずだったのです。いつも通りに。けれど、女性は去りませんでした。門のそばで、少し考えるように立ち、そして、意を決したように口を開きます。3、ですよね。その瞬間、時間が止まった気がしました。朝の音が、遠くへ引いていきます。風の音も、鳥の声も、聞こえなくなりました。名前。私の名前。15年。この通りで、一度も呼ばれなかった名前です。呼ばれる理由も、必要もないと思っていました。それでも、確かに私は、その音を聞きました。はい。声が、少し震えました。こんな返事をする日が来るとは、思っていなかったのです。女性は、ほっとしたように微笑みます。主人が、いつも言っていたんです。朝、道がきれいだと、一日が違うって。それだけ言うと、深く頭を下げました。私は、何も言えません。胸の奥に、言葉にならないものが、溢れてきます。誇らしさでも、嬉しさでもない。ただ、ここにいたという、
事実が確かになった感覚でした。女性は静かに門の中へ戻っていきます。私はその背中を最後まで見送りました。通りには朝の光が満ちています。私はほうきを持ったまましばらく動けませんでした。名前を呼ばれるということは存在を認められるということ。それをこの年になって初めて知った気がします。ありがとうございました。私は小さくそう言いました。誰に向けた言葉かはもうわかりません。第八章静かな退場。私はしばらくその場に立ったまま朝の光を浴びていました。名前を呼ばれた余韻がまだ胸の奥に残っています。ほうきを持ち直し、最後に道を見渡しました。落ち葉はなく、歩道はいつもより少しだけ明るく見えます。15年分の朝がこの一瞬に重なっているようでした。袋をまとめ、作業着の袖を整えます。終わりました。誰に報告するでもなく、心の中でそう言いました。それで十分でした。通りの向こうから子供の笑い声が聞こえます。登校の時間なまでしょう。私はその声に背を向け、ゆっくり歩き出しました。振り返ることはしませんでした。ここで立ち止まれば、また何かを期待してしまう。でも、もう期待入りません。一度、名前を呼ばれたからです。歩きながら、自分の名前を、心の中で、そっと繰り返しました。誰かに呼ばれた音が、まだ消えていません。家に帰ったら、いつもより、少し丁寧に、お茶を入れましょう。それくらいで、いいのです。この仕事が、誰かの朝を、支えていたこと、そして、私自身の人生だったこと、その二つが、静かに重なりました。街はいつも通り動いています。私がいなくても、朝は来る。それで、いいのです。私は、ゆっくりと角を曲がり、その通りから姿を消しました。背中に残るのは、誇りでも、後悔でもなく、ただ、穏やかな重さでした。静かな仕事を終えた朝、名前を呼ばれた記憶とともに、私は、次の時間へ進みます。